サワディーカー。バンコク在住野菜ソムリエプロ健康料理研究家の青です。今回のサラディークッキングは市場へ GO。 バンコクの台所とも言われるクロントイ市場にやってまいりました。タイ語で市場のことをタラートと言います。クロントイはタイ語の発音はクロントゥイになります。クロントイ市場はタラークロントゥイです。この動画の中では簡単にクロントイ市場とかクロントイタラートという言葉を使います。今見えているのはラマ4世通りとラチャタピセーク通りの交差点にある大きな歩道橋からの眺めです。まずこの2つの通りがどこにあるのかを意識してください。ラマ4世通りに並行して歩いているのか、背にしているのか、どっちがラチャタピセーク通りなのかが分かると迷うことはありません。今回はこの動画を見た人が一人ででも気軽に行けるようになればいいなと思いながら作ってみました。ラチャタピセーク通りを挟んで反対側にクロントイタラート2がありますが、今回はメインの方だけご紹介します。大きな建物が見えますが、ここを中心と考えると分かりやすいと思います。この動画では地図も使いながら解説していきます。さらに野菜や果物、食材を紹介していきますのでご参考にしてください。ただ、私のタイ語はあくまで独学ですので、間違いがあったらご容赦ください。では一緒に歩いてみましょう。私が主催する料理教室では、クロントイタラートで気になるものを買って料理をするという講座があります。その講座での待ち合わせ場所がここのセブンイレブンの前で、バス停にもなっています。生徒さんの多くは地下鉄のクイーンシリキッド駅で下車して一番出口から出て、さっきの歩道橋を渡って来られる方が多いです。目の前の立派な建物は FYI センターというオフィスビル。見えませんが対角にはメッドパーク病院があります。この動画は講座で回るルートをベースにしてお届けします。先日測ってみましたらちょうど1キロありました。地図で見るとこの範囲になります。結構ありますね。では中に入っていきます。縦横に狭い通路がたくさんあります。全部を回るのはちょっと大変ですね。猫。市場には猫がたくさんいます。野良もいれば飼い主がいて首輪をしている子もいます。ネズミや虫を追い出すという立派な役目があるのです。猫好きの方や猫写真が撮りたいという方はそのためだけに来る価値があるかもしれません。日本では考えられませんが、野菜や食器の上でのんびり寝ている猫や生まれたての子たちやネズミを加えた猫などいろんな猫に会えます。ここからラマ4世通り側にある建物の中を歩いてみます。ここは東北地方、タイ北部などの普通じゃないというと言葉が悪いですが、他の市場ではあまり見ないようなマニアックな食材が置かれている売り場です。野菜も野菜というより野草というような植物も多く、毎回初めて見るものがあって楽しみなのですが、買うのには勇気が必要なものが多いです。いきなりディープゾーンって感じで、中には生きたカエルや昆虫もありますし、たまに食用のネズミや鳩を見ることもあります。さらに奥には生きた鳥たちもいますので、苦手な方はここの建物をスキップした方がいいでしょう。一本裏に根菜をメインにしている通りがありますので、そちらを通るといいでしょう。こちら一見普通の野菜売り場のようなんですが、やはり名前がわからないものが多いです。かわいい花ですね。何でしょう。これはパクチーの花だそうです。花も食用として楽しむのだそうです。
ただ葉を食べたい場合、このふわふわした葉が出るよりもっと前、花が咲くより前に花芽を摘み取る必要があります。かわいいライチと騒いでいたら、これはライチではないとのこと。食べてごらんというので遠慮なく。確かに見た目は小さなライチですが、中身は酸っぱいランブータンのようでもあります。ムクロジ科のライチやランブータンの仲間ですが、コーレンとかコーランと呼ばれ、タイ、ミャンマー、カンボジアなどで見られる珍しい果実です。4月5月が旬なのだそうです。しっかりお買い物もして、いきなりここの売り場でかなり長居しました。とけ白胡蝶ですね。タイは花もよく食べます。ヘッポヘット土栗ですが、雨季の始まり限定の貴重なキノコです。タマリンドの若い葉っぱ、この後たくさん見たので時期なのでしょうね。カエルさんコーナーは今回はスルーしまして、これは多分タウナギとナマズですね。バナナの葉、食べられませんが、お皿の代わりに使ったり、食材を包んだり、いろいろな活用法があります。バナナはタイ語でクロワイ、葉っぱを意味するバイと合わせてバイクロワイとも呼びますが、特に有用な部分ということでバイトーンというのが一般的です。タマリンドとバナナの葉が運ばれてきました。タマリンドの葉は実と同じく酸味があって、スープなどに入れます。それにしてもすごい量ですね。これから並べられていくんですね。クロントゥイタラートは基本的に24時間営業ですが、いつ店を開けるかはその店次第です。カヌンオーン、ジャックフルーツの未熟化で、タイでは野菜としてスープなどに利用されてきました。最近、肉みたいな満足感があるということで、ビーガンに注目されて世界的に利用され始めているようです。缶詰なども販売されています。タケノコも旬のようですが、私は詳しくないんですよね。すみません。これは秋田でよく食べてた姫タケ、ネマガリダケに似ていますが、トライしたことはないです。どんな感じなのかな？そのうちやってみます。南京とかガランガルと呼ばれる生姜の仲間で、タイ料理には欠かせないのですが、その若い部分と茎です。新生姜的な感じで生で食べたりスープに使います。これも今が旬。貝もってん、アリの卵です。スープやオムレツ、サラダにしたりします。この酸味が何とも言えないもののようです。トークラジアオ、サイアムチューリップとも呼ばれる生姜科の花です。チャイヤプーム県が有名で、パーヒンガム国立公園で毎年6月から8月のシーズンにはグラジャオ祭りが開催されます。生か軽く茹でてナムプリックで食べることが多いです。雨季はキノコもつくつくです。この立派なキノコはヘッタッタオ、訳すと亀の肝臓キノコになるんでしょうか。日本語名はわかりません。もっともっと大きく育ってお化けキノコみたいにもなります。プークはブドウみたいなのは今の季節に採れる実です。鉄分やポリフェノールがいっぱいで、血糖値を下げるとか、とても栄養価の高い食材なのだそうです。かわいいですね。自分の可愛さをしっかり自覚してますね。この辺は鳥さんコーナー。生きた鳥たちがいます。生徒さんの反応はいろいろです。この命をいただいてるんだよと言います。また大量のバナナの葉が運ばれていきましたね。
ここでラマ4世通りに沿った屋根のある売り場は終わりになります。ここから右に曲がって通りを背にして市場の中に入っていきます。この辺もさっきの売り場に近いマニアックな食材が並んでいます。この通りはラマ4世通りにつながっていて、ガンガンバイクが走るんですよね。この先、これを大きな交差点と思ってください。これが最初に説明したメインの建物です。ここを目印にするといいですね。この十字路をまずは左に曲がって歩いていきます。ラマ4世と並行、ラチャダビセークを背にする感じです。先まで行くと行き止まりで戻ってきますので、行くときは左側、戻るときに反対側を見ながら歩くといいでしょう。さと、前に動画で説明していますが、ご覧いただいてますか？ユニークな食材なのでぜひご覧ください。きゅうりとかナスとか緑が眩しいですね。ナンタオ、ひょうたんです。お酒を入れるひょうたんと同じですが、あのタイプのものは毒があるのですが、これは食用の甘いひょうたんです。柔らかくて煮物にぴったりです。しめじなどのスーパーでも売っているようなキノコが売られています。やっぱり安いです。マナオ、ライムですね。4月5月は値上がりするんですよね。暑いとダメみたいです。ガノムチン、そうめんみたいな米の麺です。発酵の工程があるので常温でも大丈夫。むしろ冷蔵庫に入れると美味しくなくなるようです。マプラオパオ、ココナッツを焼いて表面を削ったものです。中のジュースの青臭さが消えて甘くなります。雑貨屋さんというのかな、調理器具屋さんが見えてきました。何人かこのザルをお買い上げ、私も持っていますが何かと便利ですよ。店内は広くて、この後結構な時間滞在していました。なんか面白いものがいろいろあるんですよね。これはタイ独特じゃないですか？でも中国語が書いてますね。赤貝を食べるための道具です。プアク、タロイモです。優しい味で好きなんですけど、大きいので持ち帰るのがちょっと大変です。ビーツ、ズッキーニ、西洋セロリも見えていますね。ここでお友達が立ち止まりました。市場に来たならこれは買わないということのようです。ヘッファーン、袋だけです。お子さんが大好物なんですって。傷みが早いこともあり、スーパーではあまり見かけません。トムヤムスープによく入っていますが、食感が良くて美味しいキノコです。スープだけでなく炒め物にもおすすめです。和食にも合いますよ。袋から出ちゃってる袋だけも並んでいますね。育ちすぎちゃったのでしょう。安く買うことができます。ルーニアン、ジリン豆です。砂糖豆と同じく南部の名産で、これもなかなか癖があるものです。大きな袋に入っている量もすごいですが、値段もすごいですね。80とか70とか。茶色いのはナムタンピー、ヤシ砂糖です。使いやすく、ちょっと混ぜ物して練り状になっているものもありますが、通常はカチカチです。割って溶かすのがちょっと大変ですが、
上品な甘さでタイ料理には欠かせません。ヨートマプラオ、ヤシの新芽、パームハートと呼ばれたりします。ほんのり甘みがあってしっかりした食感の部分はタケノコみたいに利用できます。アク抜きも不要、炒めても煮てもよくて和食にも中華にも大活躍です。タイ料理ではよく豚肉やエビの炒め物として利用されています。ファラン、グアバ、サラダにしたりチーズでグリルしたり漬物にしたりと野菜としても利用できます。ランブータンとマンゴスチンも見えてきました。果物はこの辺でも買えますが、最後に果物通りがありますのでそちらで買うこともできます。珍しいのがマッファイというフルーツ、少し酸味があります。左がロンコンですが、どっちも日本語も英語もよくわかりません。砂糖、さやのままのねじれ房豆、このさやのままグリルしてもいいようです。また可愛らしい子が出てきました。のびのびしてていいですよね。携帯くれるの？さっきの子もそうですが、市場の人みんなが可愛がっている感じでいいですね。ファキアオ、冬瓜です。マックロー、コブみかんですね。家庭で作るタイ料理では葉をよく利用しますが、実はあまり使うことはないですね。芳香剤代わりにトイレに置いたり、手を洗うフィンガーボウルに利用されたり、ちょっとかわいそうなのですが、それだけ匂いが強烈なんですよね。皮を薄く削いでカレーなどのペーストにはよく使います。それくらいならほんのりいい香りなんです。ノーマイ、たけのこがまたありました。剥いて売ってるのは便利ですね。マルン、わさびの木と言いますが、最近はモリンガで通じるようになってきたかな。栄養素や抗酸化物質が豊富で、おまけに土壌の改善などもしてくれるので、ミラクルツリーと呼ばれたりします。葉はお茶になることが多いです。実は皮を剥いてカットしてスープに入れたりして食べます。トワプー、四角豆、茹でてマヨネーズで食べるだけでも美味しいです。熱湯にしっかりつけて茹でないと変色することがあります。季節によって苦い時がありますので、一度食べて苦くてもくじけないでください。さっき行き止まりで U ターンしたのですが、ちょっと脇道がありますのでそちらに入ってみます。疲れていたり時間がない時は省略することもありますが、この通りにも面白い食材がよくあるのです。たけのこカットしてくれたそうです。美味しかったって言ってました。パッコー、クワレシダです。山菜わらびによく似ていて、食べるたびに郷愁を感じます。アク抜きは不要で、下の方の硬いところを捨てて利用します。茹でておひたしにしたり、タイではサラダにもよく利用されますし、炒め物にしてもいいです。何年か前までは探すのが大変でしたけれど、この頃はよく見かけます。チャオン、アカシアの仲間で砂糖豆に似た風味があります。硫黄臭いんですが、それがたまらないんですよね。タイ料理ではオムレツにすることが多く、そのまま食べたり、ゲンソムというスープに入れて食べます。グラトン、英語でサントールと言いますが、
辛いタレにつけてサラダのようにしたり、甘いシロップにつけてスイーツにしたりします。この先屋台はないので、ここで引き返してメイン通りに向かいましょう。トマトの熟してないの、これもよく利用していますね。ヤムなどにして食べるようです。ルータン、ヤシの仲間で皮を剥くと透明なプルプルなのが出てきます。スイーツによく利用されています。メイン通りに戻ってきました。これからひたすらラチャダピセーク通りに向かって歩きます。グラッチャイ、生姜の仲間ですが、新型コロナウイルス感染症を予防するとか症状を和らげるということで注目され、一時期市場で見かけなくなるほどでした。一般には炒め物のアクセントに利用されたりしています。あとカノムチンナムヤというカレーそうめんみたいな料理のナムヤ、汁にたっぷり使ってます。こちら側は比較的スーパーで目にするような馴染みのある商品をよく見かけます。グラジャッテン、ローゼルです。寒気のものなので、この時期にフレッシュなのがあるのは珍しい気がします。猫。この下着屋さん、突然下着屋さんが現れるんですが、この上で寝てることもよくあります。唐辛子の色って本当に綺麗ですね。見ているだけで元気が出てきます。こちらは唐辛子の種類も豊富でいつも混んでいます。グリーンカレーを作るときはよくこちらから買うのですが、混んでいて買うのに一苦労したことが何度かありました。葉物は今回あまり紹介できていないのですが、ゆくゆく料理動画で紹介していきたいと思います。マラッチン、苦瓜ですね。小さいタイプは苦すぎるので、こちらを利用するといいでしょう。ここでメインの交差点に戻ってきました。このまままっすぐ進みます。バイグラッチアップデン。さっきローゼルの実がありましたが、これは葉です。同じように酸っぱいんですよ。ミャンマー料理にはよくありますが、タイ料理ではあまり見かけません。スープにしたり炒めたりして酸味を楽しみます。この通りは朝の10時くらいまでは広く利用できるのですが、高圧洗浄車が入ってこの通りをガーッと掃除します。洗浄車に水をかけられたら大変なことになるんでしょうが、その勢いがすごくて呆然と見てると、周りの人たちがこっちに来なさいとかそっちに下がりなさいと建物の中に入るように指示してくれます。洗浄車が通り過ぎた後に建物からすごい勢いでみんな出てきて、通りの真ん中に一気に屋台が並びます。その活気ある様子もなかなか見ものなので、もう少し早い時間に来てみるのも面白いかもしれません。この通りは肉や魚が多く売られています。肉類は赤い屋根、魚は青、野菜が緑、そういう決まりなのか、実物がきれいに見えるからなのか分かりませんが、写真や動画の写りはあまり良くないので困るんですよね。清掃前に建物の中でさばいて、この表に出て販売するというスタイルが多いようです。それにしても皆さん手際よく働いてます。生きがいいですね。よく飛び降りちゃっている魚がいたり、急に飛び出してきてびっくりさせられることがあります。いました。
たまにこういうところで生もの買って大丈夫ですかと聞かれますが、見たらわかりますが新鮮です。それにどこかで外食していたらここの食材を知らずに食べているかもしれません。スーパーでパックに入ってきれいに並んでいればいいというものではなく、自分の目で見られるようになるといいですね。私も魚の目利きができないので偉そうなことは言えませんが、とにかく変に怖がる必要はないと思います。ガン、シャコですね。お友達が飼ってました。翌日にレポートしてもらいましたが、美味しかったと言ってましたよ。ここでまた交差点です。疲れたらこのまま右折するとラマ4世通りに出られます。とりあえずまっすぐ進みます。いつもこの角で豚をさばいてるんですよね。鳥さんコーナーと同じでいろんな反応があります。この先の通りは乾物屋や海の魚、海鮮の加工品が多いです。また猫がいました。しっかりカメラポーズですね。人に慣れてますね。こっちにもいました。一仕事を終えてのんびりしているところでしょうか。この辺はさっきの通りに比べて人が少なくなって歩きやすいのと、屋根があって少し涼しいのでほっとします。賑やかさは時間帯によるのかもしれません。トートマンプラーのすり身、揚げる前の状態ですね。魚によっていろんな種類があります。これを買って油少なめに焼くようにして食べるのもいいです。ラチャダビセーク通りに出ました。ここを右に曲がってラマ4世通り方向に歩きます。ちょっとだけ野菜を買いたい場合はこの辺や一番初めの歩道橋の下あたり、あとセブンイレブンの裏の通りがいいかもしれません。朝早くにこの辺に美味しい豆乳のお店が出るという話も聞いたことがありますが、確認できていません。どなたか情報があったら教えてください。お菓子屋さんが並んでいます。日本へのお土産にここから買って帰ったという方もいました。ちょっと狭い道を通ってこれ右に曲がれるんですが、曲がっていった通りは雑貨屋さんが並んでいます。この店はペンポピアグントゥンタラートクロントゥイという店です。プンさんの春巻きの皮の店ですね。春巻きに利用するのに大量に買っていく人が多いですが、他にアユタヤ名物のプロティーサイマイというスイーツもあります。細長い綿菓子を春巻きの皮に包んで食べるのですが、甘いのが苦手な私でもなぜかこのお菓子は好きで時々買って帰ります。ずっと誰かが生地作りで働いてるんですよね。それにしても見事な手つきです。この店の角を右に入っていくと果物通りになります。ラマ4世通りに並行している通りです。大きな調理器具屋さんもあって、ここでもよく買い物をします。ランブータン、から始まる面白い名前です。マンプット、マンゴスチン。この通りは季節によって売っているものがガラッと変わるので、時期を変えてきてみると面白いです。ドリアンですね。最盛期です。剥きたては美味しいです。こうして目の前で剥いてもらって買うといいでしょう。
なんか大きなトラックがいて行き止まりになってしまいました。とても隙間を歩ける感じでもないので、脇にそれて別の通りに抜けて、また同じ道を戻るように入ってみたのですが、トラックは同じところにいます。それにしてもどうやって入ったのでしょうね。そしてこの後どうするんでしょうか。気になるけれど待っていられないので、もう帰ろうと思います。この果物通りを出て左に曲がるとラマ4世通りに出ます。右側に行くと最初に立ち寄ったマニアック食材売り場、左側にセブンイレブンがあります。位置感覚わかりますでしょうか。今回お届けしたのは2022年5月中旬に出かけた時のものです。編集に時間がかかっているうちに果物のシーズンが終わりそうでちょっと焦りました。市場は季節によって並ぶものが違います。また24時間営業ですので、時間が変わると雰囲気も違います。真夜中は街は真っ暗なのに、この場所だけが異様に煌々として不思議な感じがします。夜中に地方から食材がどんどん届けられて、ある意味とても賑やかな時間とも言えます。今回紹介できなかった部分がたくさんありますが、これから追加で紹介していければなと思っています。この動画が面白かった、役に立ったという方は、いいねボタンをお願いします。そしてまた続編が見たい、他の市場や野菜の知識、料理の仕方も知りたいという方は励みになりますので、チャンネル登録もお願いします。動画もちょうどスタート地点に戻りました。ここをゴールとしまして、今回はこの辺で。サワディーカー、コップマーカー。